こう回転量だけでも飛ばす。やばっこれ皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットの金です。ワールドラバーマーケットのグッチです。はい、安藤ジャパンの浜川です。流れでそう、もう普通にワールドラバーマーケット持って流れがもう浜川さんにはい YG を教わろうって言ってたんで、今日はちょっとその一からわかりました。教わるっていう感じの体で、じゃあもう中学生がこう今からやるぜっつってやれるようになれるところをやっていく。あ、わかりました。まずは形はどっから入っていくのかと。そうですね。いうところからまずそうですね。そういうところですね。もう全く今までやったことない人がこれからじゃあ YG サーブを練習したいと。そうです。はい。そしたら僕ね、お話できると思います。僕も高校の時始める時、周り誰も YG サーブをしてなかったところからやろうと思ってやってきたんで、そこは多分ぜひ参考になるのかなと思います。で、今回はシェイクでやっていただくのと、あとちょっとペン。マリ君にちょっとペンで、そのペンの YG も一緒にこう混ぜながらちょっと動画で。浜川さんが注意しているところもペンでもこう実際やってみてできるのかっていうことですね。わかりました。そしたらそうですね。まあ多分最初の入り方としてはシェイクもペンもそんなに僕が思う中での考え方では変わらないと思うので。なるほど。はい。なんでそこはそうですね。シェイクとペンでそしたらそうですね。共通して言えるところメインで、そしたら今回お話できたらなと思います。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。まずそしたら、もう本当に僕知らないと YG サーブをこれから何から気をつけた方がいいのかっていうところの練習の時にまず一番最初に気をつけたいこと、これは絶対に僕が意識してほしいこととして、まず最初にやっぱり皆さん YG サーブを誰々選手を見てそういうサーブを出したいから練習したいって絶対いると思うんですよ。僕もあながちそうだったし、中国の選手でその当時出してた選手がいたので、とかあとはよく僕がお話しているのはシュラガー選手がもうすごい綺麗な YG を出してたのでやってみたいと思って真似事から始めたんですよね。だから僕が思うのは真似事から入るのも一つ方法としてはありだと思います。感覚をつかむのに。ただ僕がおすすめする最初一からやるときはあまり真似をしないでください。実ははい、好き勝手やっていい。そうなんですよ。好き勝手というか今から僕が言うことだけを気をつけてやってほしいです。っていうのは真似をするのはもちろん大事なんですけど、それぞれで自分に合った切り方に最終的にオリジナルを出してるわけなので、そのやり方をやることによって自分に合うか合わないかっていうのは出てくるんですよ。だから僕の YG サーブ、例えば他のトップ選手の日本のトップ選手の YG サーブ、みんなが出し方一緒かって言ったらみんなそれぞれ特徴があると思うんですよね。っていうのも踏まえた上で、でも共通して言えるところ、絶対必要なところ、絶対必要なところ、それに皆さんが派生する前の一番根底のところ、うわー知りたい、を分かっとけば、そっからそれを知っとけば別に例えば誰々選手の YG、 誰々選手の YG、 誰々選手の YG に行きやすくなります。そっからオリジナリティ出して、オリジナリティです。僕も最初はベースがあるんで、じゃあベースをまず作るってことだね。そう、ベースを作ってからそれを覚えた上で自分が目標としている、そうですよね、言うたらその出したいと思ってる人の選手の YG サーブの真似をするっていう方が僕はいいと思ってます。なのでそこの要点を大体3つぐらい。そうしたらまあ3つって一番分かりやすいかなと思って、1つ2つやったら少ないやんってなるんで、じゃあ今回は特別に3つ特別に3つっていうところで関西ですね、それはまあサービスとして、はい、これから皆さんね出せる人が1人でも多く増えてもらった方が僕としても嬉しいので、もう包み隠さずお話ししたいなとありがたいですね、思います。はい、まずその根底のところで話するときに、じゃあ YG サーブってどういう原理なのかっていうところをより分かりやすくご説明したいなと思うんですけど、 YG サーブを出す時のイメージとしてはやはり皆さんねどうしてもラケット横に振ったりとか真似をするっていうのがあるんですけど、僕のイメージとすればやっぱり最初のサーブっていうのは僕は下回転から覚えていくべきだと思ってるんですよ。横回転上回転じゃなくて、それは YG サーブに限らずこっちのサーブ、順横のサーブ、順下回転のサーブもそうなんですけど、の中に下回転をまず切れるようになるっていうところが根底にある中で、 YG サーブでまず練習していただきたいのはやっぱりラケット後ろから前にこう振る、これをやっぱできるようになってほしいんですよ。の際に一番最初に大事にしたいのは実は振り方じゃなくて
足なんですよ。ここは絶対に気をつけてほしくて、はい、意外と足皆さん気をつけないんですよ。そうみんなここばっかりって言ってるんですけど、ここも大事なんですけど、ここに移る前に足の形ができてなかったら、ここができててもサーブ出せないんですよ。っていうのが僕思ってて、どういうことかっていうと、足です。で、結論から言っちゃいます。順横のサーブとかってこの台の白線に対して平行に並ぶんですよ、背中が相手に見えるぐらいのこの格好ですね。もちろんこういう振り子運動がやりやすい、こういう振り子運動、巻き込みサーブもだけど、基本体をこっちに向けてる。でもこの構え方だったら僕が思うに YG サーブの下回転は出せないんです。なぜかというと、僕が今お話しした後ろから前に振るやり方をこの構え方にしたら曲がんないんですよ。窮屈そう。めっちゃ窮屈めちゃめちゃあって。で結局みんな出せないから横に流れちゃうんですよ。だからサーブがしっかり切れない、もしくは横回転系上回転系になってしまうっていうのがあるんで、まずこの足を極端な話、もうまっすぐだから、もう左利きの場合は僕だったら左肩がもう全部、右肩もほぼ平行で前に出せるように、もうこの構え方にするだけで先ほどお話しした前から後ろのこういう振り子運動でできるはずなんですよ。それがこう向いてた時に同じ振り方したら絶対こういくんですよ。だから絶対前正面向いてやっていく、ね、もしそのイメージが湧きにくい方は右利きの選手が多分多いと思うので、ダブルスのサーブ出すには絶対こう構えないと思うんですよ、こう構えて出せないじゃないですか。絶対こう構えるんですよ。そう、このサーブもうこっちしか出せないみたいな、こっち出せないみたいな、だからこう体を開いたら後ろから前に出せると思うんですよ。だから練習するときには最初立ち方で、立ち方もできたらもうフォアサイドからまず出す練習は絶対してほしいです、どうしてもバックサイドから出そうと思ったら絶対体ってこうなりやすいんで、こういうサーブを出すときにはこういう足になりやすいんで、まず一番気をつけるのは足を意識する。それは後ろから前に振り子運動を出せるようにしていくためにっていうのがまず絶対一つ。だからここの構え方で練習をいくらしてても僕は上達するのは遅いと思います。なるほど。はい、なんでこれから練習しようとする方はまず足の形を意識していただけたらと思います。で2つ目、今言ってたように後ろから前振るときの練習方法として、そのやり方がどうしてもこっちに行ってしまう。だから際は僕も高校の時初めて YG サーブを練習するときに一番最初にやった練習は YG サーブの形としていくんじゃなくて、もう原理としてはこう後ろから前なんで、極端な話バックサーブと一緒なんですよ。ラケットの動かし方、こういう動かし方をして下回転が切れればいいんで、原理的にこう切ったら下回転切れるはずなんですよね。だからこう動いたらいいっていうところなんで、 YG のグリップですね。グリップのお話もした方がいいですかね。そうですね。はい。グリップも正直グリップっていうところは僕はそこまでこだわりはないんですけど、最低条件として絶対に言ってほしいのは、ラケットのグリップが手首の上を通るようにしてほしいんですよ。なんで親指と人差し指の間にラケットを挟んでイメージとすれば、でラケットが手首の上に回るような角度で持てたらもうこれだけで OK です。これが例えばちょっと持ち方がこういう風な持ち方になってここに当たってしまうんであれば、これは手首をしっかり使えないのでおすすめはしないです。絶対手首の上にラケットが通るように、これが最低条件ですね。だから後の後ろの手の置き方は1本でも2本でも3本でも4本置いてもいいし、要は、ここの手首の上に越えたらあとは正直後ろはもう好みでいいです。深く握ろうが浅く握ろうが、ちょっと外側に握ろうが内側に握ろうがもうお任せします、はい、僕は基本的にはこのラケットのエッジに合わせたように手を握るので、どれから始めたらいいか分かんないなって方はまずこの形からやってもらえたらなと思います。で、まずこのグリップの中で、このグリップでこっちのフォア面のところでバックサーブみたいな感じでサーブを出す、ここから始めた方が僕はいいと思います。これが正直な話 YG サーブの切り方と一緒です。それが結局こっち行った時にこっちに行ってしまう人っていうのはこういう切り方をしてしまってね、下回転に切れないんです。なんでもう本当に落ちてきたボールを最初にボールの底をすくうように
切る練習から、まずはここから絶対始めた方がいいです。全然 YG サーブじゃないやんってみんな思うかもしれないけど、根底は切り方はこうなんですよ。でここの切り方で下回転ができれば、それを先ほどはここから絶対始めた方がいいです。全然 YG サーブじゃないやんってみんな思うかもしれないけど、根底は切り方はこうなんですよ。でここの切り方で下回転ができれば、それを先ほどお話しした角度の状態で、このサーブをだんだん YG っぽいサーブにしていくだけなんですよ。だから YG サーブって絶対こう出さなきゃいけないっていう決まりはほとんどないんで、正直な話、逆回転ですね、巻き込みサーブとかバックサーブと一緒の回転に近いサーブを出せたらいいので、正直絶対にこっからこうしなきゃいけない、こうしなきゃいけないってないので、原理としては後ろから前に振る中でまずは練習していく。だからまずはここから練習していくのが一番いいと思いますが、根底にあるので、だからこれをそのままこう足だけ変えていって同じように出すだけでも、後ろから前に振る中でまずは練習していく。だからまずはここから練習していくのが一番いいと思いますが、根底にあるので、だからこれをそのままこう足だけ変えていって同じように出すだけでも YG サーブになるんですよ。っていうところは僕の中では一番の近道じゃないですけど、まず根底としてそういうのを分かっといた方が YG サーブを出せるようになっていくのかなと。だからまず一つ目は絶対意識するのは実は足で、プラス今みたいな感じでバックサーブから練習していく。で最終的にそしたら今足を意識しました。だから次振り方を意識しました。だからあと一つ絶対練習していただきたいのは、やっぱりサーブ出す時って後ろから前にカツって当てちゃって切れない人、こういう出し方が多いんですよね。なんで落ちてきたボールを下からすくうようなイメージですくい上げる、下から上にっていうのがサーブは切れるようになっていくんで、まずはここから練習すくうようなイメージですくい上げる、下から上にっていうのがサーブは切れるようになっていくんで、まずはここから練習していった方がいいのかなと思います。なんでまずは今お話しした中で、これからまず始める際には足の形を絶対に平行にしない、できるだけ縦にする。これが1つ目です。で2つ目はもうバックサーブを出すように、あまりその固定観念を捨てて YG サーブはこういう構え方をしてからこっからこう出すっていう、この一連の振りっていう真似をするんじゃなくて、真似をするのは大事なんですけど、真似をしてサーブが切れるんであれば、僕は最初からマロンみたいなサーブの真似をすれば、じゃあマロンみたいな切り方ができるって考えちゃうんで、多分それはちょっと違うと思うので、大事なのはここの振りじゃなくて、ここの当たる瞬間の切る感覚とか、ちゃんと切れるようになるフォームになる方が大事だと思うので、なんでそれを崩していった際の根底のところでは、要は後ろから前にこう振れるような振り方を最初に覚えてしまった方が、その後の形作りっていうのはスムーズにいくのかなと思うので、足の形と振り子運動と、あとは切るコツとしては、切れない原因としては後ろから前とかで当たって衝突してしまうんで、最初は薄くとかでも厚く掴んでかけるんでもいいんで、入らなくてもいいんです。最初はまずはしっかり回転がかかるように出していくっていうところを練習していった方が、そこから先の YG サーブの、例えば誰々選手のやつを真似しようと思った時も、当たる瞬間だけその3つを意識してみる。そのサーブを出す時にもその足の形と当て方のラケットの動かし方と、あとは当たる瞬間のボールの当て方の3つを、その目指してる人のサーブに落とし込んで出してみるだけでも感覚はつかみやすいと思います。なんでまずは今言った3つっていうのを意識して練習していくところから始めてもらえたらなと思います。はい、じゃあ早速それを意識した上で、悪い例と言ってあるんですけど、最初から入るときに悪い例というかおすすめしない例とおすすめする例のところをまずシェイクの方で見本を見せたいと思います。悪いところはもうこう横向いて真似をするような感じで、例えばこのショートの状態でこっちに振ってしまったら、やっぱり質のいいサーブがあんまりかからない。そう、はい、じゃあ早速それを意識した上で、
悪い例と言ってあるんですけど、最初から入るときに悪い例というかおすすめしない例とおすすめする例のところをまずシェイクの方で見本を見せたいと思います。悪いところはもうこう横向いてマネをするような感じで、例えばこのショートの状態でこっちに振ってしまったらやっぱり質のいいサーブがあんまりかからない。かからない。そう。だからこの同じ切り方でも真似してても、今言ってたようにまずこれ足を変えます。でこういう振ってたってことは足変えていったらこっち行くでしょ。でその状態で同じように出しただけでも回転の質が全然変わるんですよ。こっちにこうそんな構え方してるんですね。こうすごい、こっちから見たら。そういやもうまあ基本的にこう構える時もあるんですけど、出す瞬間には切り替える感じの時もあるんですけど、本当に最初別にこう切り替えたこの状態のままで、さっきこう出してたのをこっちにそのままこうやって出すだけで、さっきこう出してたのをこっちにそのままこうやって出すだけで、やば。回転の切り方は一緒なんですよ。やろうとしてることは一緒だけど当て方が変わってるから、それは別にこうやって回っていったらっていうことだから、だから体の向きの軸を変えるだけで切り方がこっちしかできなかったも、さっきよりか絶対変わって、それが同じようにこうやって切ったら今度横回転系になるはずなんですよ。回転の当て方の軸が変わってるんで、だからこの切り方でそのまま前向いてこうやって前向いて同じような振り方をしただけで回転がかかるんで、だからみんな切り方はできてるんですけど、よく YG サーブ練習テストで下回転切れない、とりあえずなんちゃって YG を出せるけど横回転しか出せないっていう人は足の形を変えてみるだけで、フォームは一緒で、その別にフォームは一緒で出しちゃえば下回転は切れちゃう。でフォームは一緒で、その別にフォームは一緒で出しちゃえば下回転は切れちゃう。そう。それがやっぱりこの体横向いてたら同じ切り方しても上回転になる。確かに。そう。それがやっぱりこの体横向いてたら同じ切り方しても上回転になる。こう切らなきゃ横をこすろうとやっぱり YG なんで、曲げようってあるじゃないですか。まあ僕もジャイロとか出すんですけど、こっちよりもイメージとしてはもうほんまこっちっす。ぐらいのイメージでいいんですよ。絶対こう打つときに絶対手首の関係上横は絶対こっち入っちゃうんで、だったらもう真下をこうやってこするぐらいのイメージ。なんなら逆回転のこっちを曲げるようなイメージ。こっち逆側だったなぐらいの意識で練習しても僕はやりすぎじゃないかと思います。プラスアルファとして。まあベストとしては一番そこをこうやって後ろにこすれたらいいんですけど、綺麗な真下ですよ。でもこれを多分こうやってたら絶対横は多少こっち入っちゃうんで、後ろから前に振るのってやっぱ難しいんで、なかなか最初は。でも原理としてはそうなんで、このやり方でやってもらうっていうのは大事なのかなと。僕実は YG サーブってよくペンでも出せるんですかって講習会でも聞かれること多いんですけど、僕が思うのはペンの方が出しやすいと思います。はい、ペンの方が出しやすいと思います。なぜかといえばシェイクだったらフォア面のラバーでバックサーブ出すことってないと思います。だからペンの方ってフォア面のラバーでバックサーブ出されるじゃないですか。こういうね。そう、こういうサーブ出されるじゃないですか。だからその感覚でちょっとずつ寄せていそう、ちょっとずつ寄せていけば僕が思うに YG サーブっていうのはペンの方の方が出しやすいのかな。なるほど。思うので、多分その YG サーブって呼ばれる前にそういう出し方のサーブを絶対昔もしてたと思うんですよ。今でこそヤングジェネレーションサーブって呼ばれるんですけど、実際の話別にそれってそれがね名付けて出てきたわけで、その切り方が昔にやってなかったかって言ったら多分そうでもないと思いますし、バックサーブでこうやって切ってたのをフォア側で出すっていう風なイメージなので思います。はい、じゃあちょっとそれでガニしてみてください。まあいや普通にバックサーブ出すだけなんですけどそしたら確かに、一番最初はこういう構えでこういうそうボールの底をこうそしたらね下回転切れるはずなんですよ。親指しっかりこうグッと入れとけばこういう面は出るような気がする。そう、まずはここからですね、本当に練習は。これそう、こんなに切れてるじゃないですか。これでいい。そう、これでいいんですよ。普通のバックサーブやけどね。普通のバックサーブですよ。だからそれをちょっとずつ今だったらこう正面向いてるのを、そうです、体をその横に。悪い時っていうのはこういうことってことですね。そうですね。だからその状態でかけてもうまくいかんと。で確かにめっちゃかけにくい。かけにくいでしょ。弱いらしい。YG っぽい形だけみたいな。形だけみたいな。
じゃなくてこう平そうそう行ぐらいにして後ろから前にこう触れるだけでもじゃあこういうことってことですね。そうですね。だからその状態でかけてもうまくいかんと。で確かにめっちゃかけにくい。かけにくいでしょ。弱いわしそう YG っぽい形だけみたいな形だけみたいな。じゃなくてこう平そう行ぐらいにして後ろから前にこう触れるだけでも確かにブチってそうだから正直な話切り方はみんな最初マネ例えば誰かしらしたりとかやるんでもいいじゃいいんすけど原理としては後ろから前にやっぱ触れなきゃいけないんでしらしたりとかやるんでもいいじゃいいんすけど原理としては後ろから前にやっぱ触れなきゃいけないんでこれをこうちょっとそこにあそう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 ぽいこれで YG の出来上がりです。おおえぐいえぐいそう下からほ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 らだからペンの方がバックサーブと一緒の感覚なんでやばい出しやすいはずなんですよ。すごいすごいでしょ。しかも別に頑張って切ろうと思わなくてもでもほんまにみんな見た目に騙されすぎやこうやっちゃうもんなんかこうそうこうやらなあかんって思っちゃうこうやんなきゃなこうの方がいいわ絶対こうの方がいいんですよ。だからダブルスとかの YG の方が実は切れたりします。結構出された時右の選手のダブルスの YG は結構嫌です。切れてるっす。っていうのはあるんでその構えになってるからその構えになってるからですね。っていうのはあるしその構え方をしてることによって将来的にサーブ出す時にこっち出しやすくなるんですよ。ああ確かにもうスストレートに移すもんだってストレートに出せる形でなってるからああそっかそっかそっかそうっていうふうに構え方変わるだけで利点いっぱいあるんでやっぱり一番最初に意識するのは足の形足の形を変えるだけで全然あれ今までと全然違う今まで練習してる感覚が違う全然違うでしょっていうのがあるんで絶対足の形っていうのはまず最初に大事あとは切り方の原理としてはこういうふうな打ち方だからプチ情報じゃないんですけどアメリカ行ってた時に話した時には YG サーブの英語ってリバースペンデュルムって言って逆振り子って意味なんですよだから普通のこういう順横っていうのはペンデュルムサーブって言って振り子サーブなんですよだからこれのリバースペンデュルムなんで反対っていうイメージなんで向こうの表現では日本ぐらいなんで YG サーブっていうのそうですねはい向こうで YG サーブするのはって言われるんでそうリバースペンデュルムっていうんであじゃあ原理的にはこういう打ち方が要はこう打ち方が180度こう回ってこう打ってるだけやんって考えたらじゃあバックサーブと一緒なんでそのまま出せばそれが YG サーブです。なるほどっていうところなんで練習するときは足の形と切れる原理っていうのがちゃんと分かっておけばあとはそれにのっとった練習をしといた方がだって今ちょっとガネ君にねパッてちょっとやっただけで短くYG のそのない人が逆にこうやってうまくやろうとすればするほどチンチクリになる形から入らないから YG のかっこいい構えからみたいなそう最終的にはこっからこういう綺麗なねこの体の移動体重移動の仕方とかができるようになったら多分浜川さんみたいにこうしっかりこういう構えからでもこういうふうに出したりとかそう原理は分かってくるし逆に横に向けとくことによってまあ普通のこっちの YG サーブと普通のサーブっていうのを使い分けもできるしどうしても前向いてしまった瞬間に YG ってバレてしまうのででも最初から覚えていくのは絶対その足の形で基準がこれになってかないとってそうですねでなかったら最初から足の向きはこうでってなってたらなかなか難しいのかなって僕は思いますなるほど違うのかなっていうところなのかなってまずはその足し算のルールとか最初のとか分かっとけばそこの応用に行くのも行きやすいのかなと思いますね。ありがとうございます。